こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は特別な方をこの羽生にお招きして、その方のお話を伺います。瀟洒な洗練された盆栽や水石の台。やればやるほど思ってくる線の細いすっきりとした色が欲しい。しかもシタンのいいもので。なかなかそういうものは叶いません。でもそれを叶える人が唯一存在します。大阪で唐木職人として半世紀以上過ごす出口史郎さん。80を超えた今も精力的に作品をお作りになっています。今日はこの出口史郎さんをお招きして、卓作りの苦労やそんなインタビューをしてみたいと思います。お楽しみください。出口さん、今日は遠いところありがとうございます。どうも。とんでもないです。改めてご紹介します。大阪で指物師として60年の経歴を持つ、私たち盆栽界の卓作りで唯一その個人の指物師として今もご活躍なさる出口史郎さんです。もう35年近くそうですね。ですね。はい、よく私たちの水石の会話に出てくる京都の綾部にお住まいだった横山巌先生、はい、先生のところで確か品のいい食を1個見て、はい、これはどうしたんですかと言ったらしい。ちょっと人の紹介で知ってる人に作ってもらった、はい、それが始まりで、一回私東大阪まで追っかけてったことございましたね。アトリエ行きたいって言ったら絶対来ないでくれって確か道端であってそんなことありましたね。ありましたね。ご覧ください。こちらがその出会った30数年前にこんなものを作ってくれないかと言って作ってもらったチタンの平甲玉ですね。一枚板で幕の飾りだけつけて、若いのに注文のうるさい客でしたね、私はね。すいませんでした。はい。なかなか今こんな材料。そうですね。なかなか手に入らないですね。一回引退を考えて、はい、材料庫がないから手放したということも、はい、そうなんです。もう自分でやってたらやっぱり若い頃はもうちょっとまともにできたのになというのがあるんです。そんなもんですかね。はい、でそれでもうちょっとこれでは無理かないうので。職人気質ってやつですかね。お客さんに見てもらったらあこ悪いここ悪いではないんやけども、自分の作ってる過程いうんかね、納得がいかない部分が、そうなんです。でもこれやそちらにあるものも最近もう一回頑張ろうとやった策ですけど、私たちが見ればこんなすごいの作れるんだったらとんでもない。もうみんなこの酸の入れ方だってこんな隙間なくてね、この細い酸で作るとものすごい難しいって、太いと簡単だって言うけど、やっぱり見た感じ華奢に作るっていうかね、華奢っていうことは、瀟洒な感じですね。はい、それは石の会の人とか盆栽の会の人に教えてもらったんです。もともと同じ指物でもやっぱり大阪指物ですとしっかり作るものもっと太くやってた。こんな足でももっと太くやってた。ああ、なるほど。でこのかまちのここも、はい、でそれを広さで言うたら弱いから裏は広く取ってるんです。苦労があるんですね。この後ろ側のとこなんかもね、はい、二重底できっちり作ってますもんね。はい、まあこれを作ってもらった時もこの角だけでつけなきゃなんないわけですからね。今はこういう工業製品でなくて一人の職人さんが一枚の板から削り出して刻んでそれで組んで磨き出してこれをなさる方っていうのがお若い子からするともう激減ですか？そうですね。はい、おいくつで始められたんでしたっけ？私は19の時にはもうやってました。出口さんのお父様もこのお仕事ですか？そうです。唐木のこの指物の。はい、指物で。
指物といっても2種類あって、桑とか、うん。そういう柔らかい方と、はい。あとこの唐木の唐木、もともと唐木の方。唐木だけです。当時は大阪はまだ煎茶人がいますから、職人も多かったですかね。もう私らは唐木しかわからないので、そういう横のつながりがなかったんです。これ出口さんやっぱり材料から全部仕上げのここまでがご自分でやる。はい、そうです。この材木を切ってはい。板取りをするところから全部ですか。そうです。大変恐縮ですけど、このような作品を作るのにどれぐらいの日数がかかるものですか。これで若い頃やったら3日もあったらできたけど、今3日ではようできないでしょうね。3日ではちょっと無理かな。なるほど。3日っていうのはただの材料からですか。そうです。はあ。この盆栽や水石にとってこの卓と言われる食は何よりも鉢と同じに大切なもんですけど、ただ作るんではなくてやっぱり職人としてもいつまでもその使う方の意向を耳を傾けるっていうところがそうです。大事なんですかね。はい。どんなご苦労がございましたか、それをずっとやってくるのに。我々今までは先ほどもちょっと言いましたけども、もっと木をごつく持ってたんです。で、華奢にやろう思ったら細くするでしょ。弱いの違うかな、壊れるの違うかないう器具をすごくしてたんです。だけど実際組んでやってみたら、そんなに重たいものを乗せる丈夫さ競うようなもんじゃないんやから。テーブルやそういうものと違いますからね。はい、違うんで。ただやっぱり細身で作る、照射に作るってなると、その組の場所が少ないからそうなんです。そこが大変なんじゃないでしょうかね。それはあります。こういうものもシタンという一番いいものがありますが、花輪材からね、ローズウッドからいろんなものがありますけど、出口さん基本的にシタンにこだわってるってよく聞きます。そうですね。シタンで仕事はシタンでやりたいです。仕上がった時の綺麗さが違うんです。ただ仕上げも大変でしょう、シタンですとね。もう私たちも一回なんかノコギリで切ろうとしたら、もういくらやっても切れなくて、今度こう電動でやったら煙が出ました。びっくりしました、本当に。だからこれ一つを切って磨き上げるってどんだけ大変なのか、原木を切って分かりました。あ、そうですか。私らの仕事は刺し口で組み立てる技術と、それと磨き上げる技術が2つですね。仕上げで、その2つどちらがかけても製品にはならない。よく僕ら思うんですけど、こういうふうに曲がっているところありますよね。でも唐木ですから曲げるわけいかないんで、結局こういう大きいものを削り出してじゃあこれ一つを作るにも大変な材料がいるわけですね。これ倍以上の木がいると思います。つまりこの厚さとこのカーブがあると、それをやるようにこのもう2倍3倍の太さを削り出すわけです。そこからやるんです。最近はこの材料自身も昔日本に来たものが、こういう唐木の専門のね、名木屋さんに聞くと、逆に海外にまた逆輸入というか戻っちゃってて、日本の中が枯渇し始めてるって聞くんですが、やはりこう幅の広いものは減りつつありますか。もうシタンではこんだけの広いの取るのはなかなか難しいんです。材料を買う時にその木をその幅が取れるような材料を買うんですけども、そんだけの太い木言うたらなかなかないんです。なるほどね。この俗に言うシンプルの極みという、この香玉、この口の幅を見てください。わずかここのみでつないで形を作る。意外と簡単そうに見えて一番難しいんではないかと思うんですけどね。はい、ここまでは組むまではいいんですけど、磨く時にここしっかりやっとけへんかったら壊れるんで。なるほど。こういうところもここでつないでるわけですよね。そうです。この薄くするっていうのには、これ使うシタンもやっぱり相当寝かせたもんじゃないと。そう寝かせた上で、なおかつ材料加工する前に狂いがないかどうかを見てからでないと使えないんです。
よく銘木屋さんに聞くと木というのはこういうふうに板が置いてあると、寝かせても寝かせても最後またこう少し反るんですね。その反ったものをまたカンナをかけてもったいなくても薄くして、もう反らないってまで持っていくっていうんですけど、大体そういうのってやっぱり10年20年と寝かせるもんなんですかね。そこまでは寝かさんでいけるんですけどね、木の小の性質というか、木の小の割れは何年置いといてもそれは出てきます。やっぱそのもともとの原木のはい、良さでですね。はい、なるほどね。今こうして食のいいものがない中、よく私たちは古美術会から拾い集めるんですが、やはりさっきおっしゃったように古美術会にあるものというのはもともとが盆栽や水石に作ったものは一点もないわけですよね。そうですね。でそれをさらに装飾性を少し多すぎるのを取ったのが、出来さんが作ってくれるこれなんですけど、次の時代にこういうものを受け継ぐ方っていうのはいらっしゃらないんでしょうかね。今、我々の業界で言うたら若手がいてるんですけどね、なかなかこういうのやってみたらどうや言うて声はかけるんやけど、なかなか受け付けてもらえないんです。これはこういうものだけじゃなくて日本の伝統工芸全体に言えると思うんですが、先だっても漆塗りの職人の人と会ったんですが、好きだからずっとやっていきたいと、だけど食べられないっていう、そうなんです。昔は俗に言う旦那さんたちがいて、作ってくれって言うと、それに見合った給金を出してくれたけど、今は逆にこれぐらいの予算で作れないかが先に来るので、じゃあ手を抜くわけはいかず、妥協したくないと、だけどそれでやってると本当につつましく暮らすしかないと、だからどうしても若い者がそこへ入ってこないですね。これは盆栽の鉢なんかにも言えるわけですよ。苦労して大きい鉢を作って窯入れして燃料を引っ掛けて焼いても陶芸のような値段ではなかなか売れないというのがあって、これは日本の文化という点で私たちも食方というものの大切さをよく考えなきゃいけないと思うんですけどね。それはありがたい話です。すいません、大した注文ができないんですけど。今おいくつになりましたか？80になります。人生100年ですからあと20年できますのでとんでもない。普段は皆さんとお会いするのは、出口さんは京都のね、大観展のところにご自分の作品を見せてくれる場所が売店にあって、東京では秋に行われる商品盆栽の秋画展と、あと冬の国風展の時より、そこで何点かを見る機会、どちらかというとそこで販売もしてるけど、そこでご自身の作品を見てもらって新たないろんな人たちの声を聞いて、またその作品作りに精を出すっていう、そんな感じですかね。そうです。それで自分の作風言うたらちょっと口はばったんやけど、もうすぐ変わりました。いろいろ教えていただいて、まだまだこれからたくさん頑張って一回国風展や大観展で全部買ってもいいから作ってきてほしいって言ったら、そんなに作れるわけがないと怒られました先生、今のペースはこういうもんですと月に3つ4つが3つ4つがもう限度ですね。皆さん詫びをご覧になったからといって探して急にご注文出さないでくださいねただいろんな人と会ってこういうものが欲しいというものに対してはもともとが探求心が強いですから、そういうね、出会いは楽しいかもしれません。それをやらせてもらえるんですけども、いついつまでに作ってくれいう注文はちょっともう。そうですね。ご体調と、そうなんです。仕事の内容によってね違うでしょう。ものすごいわがままな贅沢なことを言うんやけども。でも半年ぐらいあれば。半年。次の展示会の日にちが決まってるんで、それまでやってくれ言うのはもうちょっと職人としては一番それがね、結局ここを決められてると。そうなんですね。
嬉しい話なんですけどね。まあまだまだいろんなものがこういうものを作ってほしい、こういうものがあったらいいって思うのあるんで、お体に気をつけてありがとうございます。頑張ってありがとうございます。どうも遠いところすいませんでした。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。いかがだったでしょう。名人と言われる職人の生の声、半世紀を超える職人としての時間が織りなすもの、私たちにいろいろなものを教えてくれます。ごまかしのない材料、絶対に妥協しない仕上げ、私たちも見習うところが多いですね。我々も盆栽人として、もともとは職人でもあります。職人として緩めてはいけないことが何なのかを語るのではなく、作られたその作品そのものが物語っているようにも思います。わびチャンネルは出口さんが伝えたいような内容、それを幅広く全てのジャンルで皆さんにお伝えできればと思っています。たくさんのアーカイブ、ぜひチャンネル登録をなさってお楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。